あそこ。皆さんこんにちは、山登りです。今日はずっと行ってみたかった長野のとある宿に泊まりに行くんですけども、そこに行く前に良さそうなハイキングコースを見つけたのでちょっと来ています。このチリンチリン鳴ってるのはクマよけ鈴ですね。登山に行くともう大体みんなこの鈴つけてるので、山の中の BGM って鳥の鳴き声よりも意外とクマよけ鈴なのかもしれません。すごい。あそこ。雲になってる。なんだかちょっと似合ってるんだか似合ってないんだか、多分似合っていないサングラスについて文句を言っていますね。しかも登山用じゃなくて普通にファッション用なので、皆さんは真似しないようにしてください。鏡池っていうのがあるんですけど、なんかよく物語とかであるじゃないですか。この池を覗いたら違う世界が広がっていたみたいな、そういうことを彷彿とさせるメルヘンスポットですね。登山っていうより本当にハイキングっていう感じだったので、結構簡単にね、頂上みたいなところまで来ちゃいました。なんですけど、そもそもの標高がかなり高いので景色はすごく良かったです。さっき歩いてきた高原もミニチュアみたいになってます。これは完全に偏見なんですけど、長野の森ってすごい整理整頓されてる感ありませんか？生えてる植物がもう背の高い針葉樹林と、足元に生えてるちょっと背の高い芝生みたいな感じで、私はこういう理路整然とした森が大好きです。そうこうしている間に今日のお昼ご飯の場所に着きました。だしそばっていう珍しいそばが食べられるお店なんですけど、なんとお城の敷地内にあるということで、一旦お城の中に入ってきました。実際の城郭はもう残っていないんですけども、開古園って言って、公園になってるので、すごく美しい景色が楽しめました。これはこの前鎌倉の鶴岡八幡宮にいた時にちょうど見れなかった花手水風ですね。だしにこだわり。ついにだしそばとご対面です。だしに浸っている状態なんですけど、もうね、塩をつけて食べたりするんですね。もうこの塩が本当に美味しくて、大盛りにすればよかったってこの後後悔します。やっとこれから宿のチェックインに向かいます。田んぼの道の中をね、ずっと走っていくと、今日の宿に到着です。すぐ近くに馬のいる公園があるんですけど、そこで働いていた職員さんたちの宿舎を改装した一棟貸しの宿になります。もうね、ほんとずーっと行ってみたくって、この宿の後ろがすぐ森になってるので、本当に森の中にあるコテージっていう感じの宿なんですね。イメージとしては魔女の宅急便で絵描きのウルスラがカラスたちと一緒に森の中で住んでいる小屋があると思うんですけど、あれのちょっとリッチーバージョンという感じですね。唐菓子の宿って結構エアビーとかを使って私も泊まってきたんですけど、もうここは本当に別格ですね。もう景色もいいし、とにかく広くて、お部屋のどこを見てもね、すごい可愛いんです。このお風呂とかもね、森の木漏れ日がちょっと見えたりとかしてね、素敵じゃないですか？2階に上がるとね、屋根裏部屋みたいなお部屋があって、ここもちょっと魔女の宅急便のキキちゃんのお部屋みたいな感じがしますよね。でね、面白いのが、このすごいしゃがまないと入れない秘密の小部屋があって、ここでね、小さい子供が遊んだり、なんか本を読んだりして、狭いところが落ち着くっていう人のためのお部屋があったり、こっちはこっちでこの出窓がすごい可愛くて、
で、こういう私はちょっと狭めのベッド好きなんですけど、ここもね、寝心地良さそうですよね。いつもドミトリーとか3、4千円のね、ゲストハウスに泊まることが多いので、もう今回はかなり私にとってはリッチな宿になっております。でもね、今年のやりたいことリストの中に森の中の小屋みたいなところに泊まって絵を描きたいという夢があったので、今回はそれを叶えに来ました。でこの宿自体も運営してる方たちが自分たちでね、こうお部屋を作ったりしていて、すごく素敵で、まさに理想の宿という感じです。昼ご飯は長野といえば鶴屋なので、スーパーの鶴屋に来ました。鶴屋といえばドライフルーツとか、あとフルーツバターとかが有名だと思うんですけど、それ以外のね、お惣菜も絶対美味しいはずだということで、ちょっといろいろ買って帰ってきました。たとえスーパーのお惣菜だとしても、お皿に盛り付ければなんだか素敵な感じになるのでありがたいですね。釣り屋にたくさんクラフトビールが並んでたので、ちょっと何を買ったか忘れちゃったんですけど、クラフトビールを買ってカレーと一緒に食べてます。このカレーも鶴屋オリジナルのレトルトカレーなんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。あと長野だと野沢菜酒が有名だと思うので、スーパーで買ってみたんですけど、結局ね、お酒のつまみはこれが一番良かったですね。足があらぬ方向に曲がりながら起床です。こんなね、素敵な空間にいながら朝一でいつもみたいにスマホを開くのは良くないと思って、今日はノートに絵を描いてみます。朝ごはんは昨日鶴屋で買ったパンと牛乳なんですけど、もう最近は朝から牛乳飲むと本当にお腹が緩くなっちゃうので、ちょっとビビりながら、でもせっかく長野に来たんだからと思って朝ごはん牛乳チャレンジです。はい、ちょっとビビってるのでちびちび牛乳を飲んでみます。なんかこれ飲んだ直後はそんなにお腹大丈夫かなって感じなんですけど、やっぱ数時間後ですよね。あってなった時にはもう遅いっていう、そんな感じでいつもお腹の機嫌を伺いながら生活しているという日々ですね。でもなんかこのチョコデニッシュパンみたいなのを調子に乗って買いすぎて、これ全部食べれるかなーって不安になりながら景色を見てごまかしている状況ですね。冒頭で森の中にある小屋で絵を描くことがやってみたいことだったっていう話をしたんですけども、キャンバスとイーゼルを使って絵を描くなんてほとんどやったことがなくて、なんか気合を入れてちょっと借りてしまったので仕方なくもうやるしかないからやってるんですけど、空の色を塗るだけでもめっちゃ難しいんですよ。筆の跡がね残ったりとか、なんか色がいまいちみたいな感じだったりして、やっぱり何事もノリと勢いではできないということが分かったなという反省の気持ちで今キャンバスに向かっていますね。でここからはちゃんと布が貼られた100均で買ったキャンバスに描いていくんですけども、なんか正直私多分紙に描くよりこっちの布キャンバスみたいなの方がうまく描けてる気がしますね。描きやすいのかな多分。とりあえず今日はここまでにして、いつかまた続きを描こうと思います。絵を描くセットをそそくさとしまったら、近くの馬がいる公園に朝からお散歩に出かけます。この小さいお馬さんと、あとね大きいお馬さんがいて、もうすっごい美しかったですね。私 YouTube とかでも馬を飼っている方の動画とか見るのがすごい好きで、すごい惹かれてるのかもしれませんね、馬に。台車の下にいた猫ちゃんを見て、かわいいかわいいとか言って話しかけてたら、さっきのね子馬ちゃんが来てね、なんだなんだという感じで見に来ていたんですけども、近くに寄るとちょっと嫌みたいですね。
宿にあるみんなの日記帳みたいなのに書くのが好きなので、今回もちょっと書かせていただきました。いろんな人の感想がね、見るの好きなんですよね。自分の似合っていないサングラスを見てニヤニヤしながら、ずっと行ってみたかった本屋さんに行きました。前から気になってはいたんですけど、前にインスタでフォロワーさんに私のエッセイが置いてあったら嬉しいだったり、雰囲気が合いそうな本屋さんっていうので結構な人が教えてくれたところでもあって、実際に初めて来てみました。本屋さんとカフェが一体になってて、すごい雰囲気が良かったですね。この天井まで連なる本棚もめちゃくちゃ可愛くて、ここに置いてもらえたらめちゃくちゃ嬉しいなっていう風に思ってます。美味しいドリンクと焼き菓子をテイクアウトして、で、お土産に長野県出身の作家さんのエッセイを買ってみました。これすっごい想定が可愛くて、でね、このタイトルがシルバーの文字になってるんですよ。この後はどこか長野市内で美味しいそばを食べて帰ろうと思っていたんですけども、もうね、日曜日のお昼なんてどこも蕎麦屋さん激混みで、しかも閉まるのが早いということで、結局どこのお蕎麦も食べられませんでした。皆さん、長野市内でのお蕎麦は計画的にがおすすめでございます。それでは今日も見てくれてありがとうございました。いい夢が見られますように。おやすみなさい。